7人から14人の宇宙人の子供がいて、同じ地球に住んでいて、あなたたちは全然違うところをそれぞれがやっぱ体験したい世界っていうのを体験してたっていう、まあパラレルワールドの一つだと思うんだけど、この変革時にね、なんか情報が多分出てくるんですよ。そうなってくると、中途半端になんか考えていく人は不安が逆にもしかしたら増幅するから、もうがっつりある程度分かっちゃって、かわいいね。まあね、もうさらにもう一段階、なんかすごいことがあったって話があったんですけど、その辺も聞いてもいいですか？はい、いいんですか？子供、はい私は、これも、って思うかもしれないけど、もちろん宇宙人との子供がいない人もいるし、いる人もいるんですけど、私は2015年ぐらいの段階で、7人から14人の宇宙人の子供がいて、14人も2020年の段階で自分でチャネリングしてるときは16人いるって言ってて、でその宇宙人との子供っていうのはハイブリッドチルドレンっていうのかな、英語では。で結構怒ってるんですけど、私の周りでは結構みんなそういう人が多いんですけど、もちろんその人の許可なしには起こりません。で、その宇宙人の子供、卵子をピーって取ってまた戻す見えたことがあって、ブルーのね、なんか光がピーって入ってくるのが見えたこともあったし、でそういう人はもうね、わけのわからないこの妊婦さんの状態になる時もありますよ、普通に。でそしたら宇宙人の子供を妊娠してる期間は本当に妊婦さんみたいになってたりとかする。加山さんの場合はその妊娠的にはなったわけじゃないの？大きくにはなってないんだけど、1、2ヶ月、その生まれる直前、最後の生まれる直前に2、3、半年ぐらいかな、ずっとつわりみたいな、もうずっと眠いみたいな。地球でずっと眠いみたいな。地球でそういうことになるんですね。僕はなんか一瞬で向こうでなんかね、卵子を抜いて向こうでなんか培養じゃないけどやるのかと思ったら、地球でそういう状態なんですね。すごい。そういう場合もあるんじゃないですか。ヨシさんみたいな場合もあるし、もっとなんか地球寄りのハイブリッドチルドレンと、ET 寄りのハイブリッドチルドレンといろんなバージョンがあるみたいです。でも、それをやることによって多分今この瞬間に向こうからの情報が来るから、今この瞬間に私たちはみんなつながってるんですね。そのエネルギーとかが来たりとかで、一回バシャールに言われたのが、シャスタ山からラスベガスに戻ってくる間に大きな巨大な真っ黒の岩が車と並行してこういう風に移動したんですね。私が運転して車がここにあったとしたら、本当に私がこう移動してて巨大な岩がこうなってる時に、この巨大な岩に入りたいってすぐに思ったんですね。でそしたら岩の中にパッて入れて、トンネルみたいなのをくぐって真ん中に行ったら、すごい、真っ白のスモール、背の低い私より背が低いと思う、150ぐらいかなのね ET がいて、でその人たち見た目はめっちゃビビるじゃないですか。
ビビるんだけど、やっぱテレンパシックコミュニケーションでコミュニケーションできるから何にも怖くない。で、無条件の愛、もう人間から感じたことのない無条件の愛っていうのを感じたことがあって、それはすごかったです。この ET からの無条件の愛、もう言葉では言えないですね。なんとも、もうとてつもない、これが無条件の愛なんだって。もうなんか家族もいるし、おじいちゃんおばあちゃんもいるはずなのに、待って、親族よりもすごいみたいなもう親からも感じたことない無条件の愛を感じて、本当にびっくりしましたね。で、それで後日バシャールに確認したら、それは私とのハイブリッドチルドレンがコンタクトを取ってきて、で、宇宙船の中っていうのはテレビのザーっていうのがもっと生きた感じで、赤いで、その生きてるこの壁の感じっていうのが地球の物質ではない、表せない、どの物質とも違う、そのテキスチャーっていうのが全然違う。わあ、すごすぎるな、話が。でね、結局ね、まあバシャールも確か言ってたけど、あれですよね、いわゆるハイブリッドチルドレンっていうのが今後だから地球人とコミュニケーションを取る第一歩にどんどんそのコンタクトしていくんじゃないかみたいな話があって、そういうことですかね。そうですね。ハイブリッドチルドレン。そのハイブリッドチルドレンのヘブンみたいなところに一番最初になるのが、ハワイの、そうなの？ハワイの、なんだったっけ、山があるところ。ダイヤモンドヘッドじゃなくて、ハワイ島の方？マウナケア山じゃなくて？キラウエア火山の方？キラウエア火山。違うか。地球のボルテックスの一つでもある、一番高い山なんでしたっけね。マウナケアじゃなかったかな。マウナケアかな。去年行ったんですよね、そういえば。忘れちゃった、名前。キラウェイ火山じゃなかったっけ？違うの？キラウェア火山かな、じゃあ。火山。すごい体験してるやなぁ。そのハイブリって感じだね。ハイブリッドチルドレンのその一番最初のヘブンみたいなコミュニティができるのがそのハワイのマウイ。そこにはなんか参加できないんですかね、僕らは。そういうもんじゃないですね。自然と縁がある人はそこに集まっていくんじゃないでしょうか。なんか計画的にじゃなくて、自然とその引っ越しようみたいな、駆り立てられる人がいるはず。その時は、そのハイブリッドな子供たち、ご自身の子供たちとまたそこで交流できたりするんですかね。でもでもそのためにはもっと地球の意識とか次元がちょっと向上してないと、物理的に握手とかハグとかそういう感じではないな。だってその車の時も車でパッて行ってパッてまたこう運転してる時に戻ったらあれみたいな、本当にちょっとの時間しか過ぎてないのにものすごい長い時間をそこで共有してて、また気がついたらもう走ってたみたいな、わーみたいな感じ。なんかそのね、まあディスクロージャーというか、まあそのやっぱみんながね、まあこのスターシードチャンネルもそうなんだけど、やっぱりこう宇宙というまあ存在というか概念というか、そういった意識でみんながねこう地球を生きていくならば、多分すごくねなんていうかな、まあ精神的な進化もそうだし、まあそういう時代になってるからこういうね多分スターシードっていう概念もそうだし、活動もやってるんだと僕は思ってるんですけど、そのやっぱり一つ同じくして、まあじゃあやっぱり UFO 宇宙人か
UFO もそうだし、宇宙っていうのが、ね、グレゴリー・サルバンさんもそうだけど、やっぱり本当に今、みんなが知る時である。で、さらにそういった体験をしている人がこうやって動画もね、でも話していただけるっていう、なんかすごい時代になっちゃったなって思うんですけど、なんか今と昔、で昔だったらそういうのって、なんかこう、陰謀論かとかね、なんかいろんな、そういったもので終わってたんだけど、本当の意味で今、真面目にというかね、意味を持ってそれを伝えていく必要があるなと思うんですよね。でそれが、なんか時代が変わったんですかね。陰謀論とかマインドコントロールとかっていう言葉自体も、CIA の策略でしょ。まあそれは僕も結構そういうの好きです。でもそうですね。だからそれはそうだと僕も思うし、やっぱりちゃんと調べてる人は分かってますよね。確かに。でもほとんどの人が9割9分がやっぱり自分で考えないから、やっぱりそのメディアの情報だけをね、信じて、あ、こうだな、ああだな、みたいに思っちゃってる。で、そこで本当の意味で、真実をね、直視していきながら、新しい時代をね、なんか迎えたいなと僕は思うし。そうなんですよね。本当にそう。特に今なんですよね。私がやっぱり、やっぱり今でも驚いちゃうのが、自分がそうだからって他の人がそうだとは限らないんだなってすごく今感じてて、私がトランプがどうだとかコロナがどうだとかニュースはどうだってもう全部知ってるからって他の人がそうだとは限らないんだっていうことに気がついて、じゃあもうちょっと崩して伝えた方がいいんだなっていうことを今本当に実感してて、そうですよね。かって言っても、今まで盲目の人たちってこれを今聞いてる人っていうのはスピリチュアルリーダーだから私たちが率先して変わって行動していかないといけないんですね。でここに盲目の人たちは来てないと思うんですけど、だから盲目の人たちってその真実を知ると怖くなったりとか、ちょっともう耳を塞いだりとか、お前の子が頭がおかしいとか、精神になんか病院に行けとかっていう感じまだそのレベルなんですけど、でもそれっていうのは彼らにも彼らの世界で住む権利がある。その人たちがそこに私たちがもうこうイエーイって言ってとても心地の良くて気分が良くて最高なところにいるから人間の心として他の人も助けたいし他の人をこっちに呼びたいし、こんなに楽な生活があってこんなに心地がいい愛と光がこうみんなで循環してさらにボルテックスが高まって周波数が高まって本当に4次元5次元6次元をこうジャンピングしてパラレルリアリティを錯綜して生きてる人たちには他の人も助けたいからどうしてもこの真実を伝えてこっちに来いこっちに来いってやりがちだけど、でも他の人たちも他の人たちでその盲目の人たちは今までのその堅くなな観念もあるしその人はその人の権利フリーウィル自由な意志があるから最大限に私たちが今伝えられることは伝え続けて、でそれプラス私たちの周波数を絶対に落とさずに今楽しみながらだけど他の人をできるだけこう巻き込めるように、だけど他の人はその堅くなに育してる人も多いからそこはちゃんと尊敬しつつ私たちは行動していった方がいいなって思ってます。このねテーマって結構深いというか僕もすごく考えてるんですよ最近ね。で僕もやっぱり十何年前911ぐらいからはやっぱりその真実を知っていこうっていうことをやっぱり経営者としてもねそうだし本当に自分で考えて生きるで今までの価値観っていうのをいかにこう自分なりにこう壊していくかっていうことを20何年間やってきたんですけど、その中の一つの気づきの一つのきっかけでしたね。でそこからはやっぱり自分で考えるようになったし、でやっぱりそのいろんなメディアのこともそうだし流れもそうだし
で、その中で、一体何が起きてるかっていうことを、やっぱりずっと見てきたし、いろんなネットワークでやっぱり僕もいろんな情報をね、得るようにしてきました。で、そこで一つ一番大事だなと思ったのが、確かにそういった情報をね、あまり何も考えずに伝えてしまうと、どうなってしまうかっていうと、結構やっぱりネガティブなエネルギーだけを生んでしまうってことがあったんですよ。で、結局、そこですごくね、考えたのが、まずはポジティブな未来。で、今もそうじゃないですか。結局今コロナでいろいろね、確かにいろんなことが動いてるかもしれないけど、でも宇宙的に言うとものすごくいい時代に向かっていることは確かで、そこが一番のポイント。で、そこをまず言ってから、だけどこういう事実があるんだよっていうことを一部の、やっぱりよくある程度の素性がある人に伝えていくっていうのは僕はちょっと一部やってるんですけどね。だけどみんなに伝えるのはすごく難しい。だから、みんなちょっと調べてみてっていうのが一番今のところはベターかなと思っていて、ただ概念としてはそういった宇宙的にすごくいいことが起きているのと、やっぱりこうやってスターシードチャンネルで、そういう本当に宇宙人ってちゃんといるのねとかね、宇宙と交信してる人がいるのねっていうのを当たり前のようにこうね、毎週やっていくことがすごく意味があるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、あきこさんどうですか、その辺については。本当に、まあ今日ね、カルマさんが話してたことも、なんか本当にこう口から聞いて、真実というか、そういう本当体験してる人って本当にいるんだなと思ったし、なんかそういう身近に感じることによって、なんか本当に近くに宇宙人とか UFO とか感じられるし、なんかやっぱそのアメリカの情報っていうか、やっぱ日本のこうスピリチュアルとか、こういう宇宙のことと、やっぱりアメリカとか海外っていうのは結構差があったりすると思うんですよ。だからもっとなんかこう交流してこう入れていきたいというか、こういうのが、宇宙フェスであったり、こうやってカルマさんとか、グレゴリーさんとか、こう、なんていうのかな、海外の情報がこうやって伝えていただけるっていうのが、すごくやっぱ日本の人たちにも、向上なかなか入ってこないんですよね。やっぱり日本人って英語が苦手だからやっぱ私もそうだし、やっぱ日本は日本だけの情報っていう感じになってるような気がするけど、もっともっとお互いに日本のいいところのスピリチュアルとか宇宙のことを、海外に発信したり、海外の情報っていうのをこう交流していくことによって、より良い感じになっていくと思うんでね。なんかそういうのをもっともっと知りたいしね。日本人の人たちは、私は本当に素晴らしいなって思うのが、やっぱりとっても天才、気を使うって、日本語もその気に関する言葉がすごいあるし、その、真面目で柔軟で、海外の人って結構一聞いても自分はこうだからっていうのがまずある。バシャールが言ってるけど、それなんかもう宇宙人のレベルだしみたいな。その電球やるやつやってる人見たことない海外の人で。っていうのはもうなんかなんて言うんだろうな、バシャールが言ってるから、そうなんでしょうねっていう。でも私はこうだしみたいな。実家がすごいあるから。バシャールの言ってることを信じるっていうか、いいところは使うけど、その自分が一番っていうのがある。みんな自分が一番よく知ってるわっていうのがすごくある。でも日本の人はちゃんとリスペクトがあって、宇宙人の言ってることをちゃんとやるから、それに沿って情報に沿ってちゃんとやるから、めちゃくちゃ結果出てるって思う。アメリカ人ももうちょっと聞けばいいのにって、それはすごく思う。言われたことをジャパニーズはその英語の壁があるから、なんとか必死にこの一つの情報をすごくこう噛み砕いて、すごく真面目にやる。英語の人たち、英語圏の人たちはもう英語と英語だから、別にそんなにもう自らくれくれって感じもない。もう情報もたくさんあるし、いろんな人もいるし、
だからずっと前だけど、そのアキコさんがそのバシャールのやつを解説して、ちゃんとやってるっていうのをみんなに言ってて、わあ、日本人は素晴らしいわって思いましたね。なんかあれだよね、だからバシャールの言ってることとか、すごいスッと入ってくるし、実際なんていうのかな、やってみる、なんていうのかな、自分も楽になるし、やってみるとその結果が出たりするからね。なんかこう、やっぱ宇宙人の言ってることってさ、すごい、なんていうの、切り口が斬新で簡単なんですよね。そこってやっぱりこう、なんだろう、宇宙人とか、バシャールのその切り口でどれだけ助けられたか。私自身もそうだし、ヨシさんもそうでしょ？めちゃめちゃもうバシャールのおかげですね。本当に。大好きだもんね。ヨシさんも、ねえ、本当にバシャール超詳しいもんね。バシャールにもうなってしまうかってぐらいにいっぱい読んでましたけどね。メタフィジックス多いと思うよ。日本人の人もバシャール好きな人すごいし、やっぱり実践してね、それを自分の人生に。実践してる人たちね、自分の人生。それ日本人の気質だと思いますよ。素直なのかもしれないよね。素直だと思う。日本人もなんだね。とってもいい。だから意識も高いんじゃないかなって思う。すべてにおいて。いいってわかるからかね。いいし楽いいし楽だしって感じかね。エイブラハム・ヒックスもそうだしね。そう、やっぱりそういう貴重な情報をね、やっぱりこう、なんていうのかな、流してくれてて、それがね、こう、なんていうのかな、わかりやすくて、実践するとすごい楽になるから、今のこの時代にこうやって受け取れることが本当に、嬉しいと思うし、あとやっぱりその、なんていうのかな、やっぱさっき言ったみたいな感じで、海外の情報を、やっぱりこう、日本とか、あと日本からの情報海外みたいな感じの交流がもうこれからもっともっと出てくるのかなと思うんですね。やっぱりだからディスクロージャーのことであったり、こう、なんか闇系とかさ、なんか光系みたいな、スピリチュアルとかこう宇宙とかね、カルマさんと2人で喋ってる時もやっぱ闇というか、私もなんか全然闇とかは逆に言ったら見たくなかったんですよね。見たくないし、あんまりそういうのって本当なのかなと思ってたけど、意外となんかそういうのってやっぱあるのかなとか、なんか、やっぱそこの部分って、だから地球で何があったかとか、日本的に言うとやっぱり陰謀論っていう形で出てたりするようなことっていうのが、本当なのか、前だったら絶対信じなかったし、そんなことあるわけないって思いたかったけど、もしかして半分ぐらいあったのかなとかね、そういう感じでちょっと自分に取り入れるように、最近はしたりして。で、ヨシさん、マニアなんだっけ？僕はもうがっつり闇系マニア。全部。本当にちゃんとね、ちゃんとした人から聞いてるから、やっぱり。そうなんだ。本当にそうなのよ。知っておいたら本当にそうなんですよ。知っておいた方が、なんかこう、私がすごく思うのが、次の世代につなげられる、次の世代を守るためにも、ちゃんと知って、もうこの過ちは繰り返さないぞって意識的に毎日私たちが今を生きるっていうのがとても大切。知った方がいいです。知った方がいい。多分だけどね、いや今までだったら知らなくてもよかった人たちが、この変革時にね、なんか情報が多分出てくるんですよ。そうなってくると、中途半端になんか考えている人は不安が逆にもしかしたら増幅するから、もうがっつりある程度分かっちゃって、その上ですごくいい宇宙的なこの流れっていうのを、にビジョンを乗せていけば完璧なんじゃないかな、多分。そう。知った上での選択、じゃあ自分はどうしたいか。これがあったことを踏まえて、私たちが今選択できることを、もう精一杯やるっていう。強いよね。それすごい強い、力強いなと思いますね。あとはね、そうだな。だから中途半端なね、確かに情報っていうのが多いと思うんです。なんか、ただ単にこう、陰謀論とか煽るとか、そういうのは逆にこう不安をね、こうなんか、
不安をどんどん募らせるだけだから、あ、そうんこはちょっと注意した方がいいかもしれないね。あれだよね、やっぱりその自分の感覚だとなんとなく、あ、これ真実なのかなとか、そういうのあったのかなってさ、やっぱ感覚の方に、あとか心の方に意識を向けると結構わかるんですよね。気になるとかっていうのはやっぱりこのハイヤーからちょっと見るとか、やっぱりそれが真実なのかなって自分がそっちの方になんてエネルギーで分かってるから、そういうのが気になってるから、そういう感じで見るといいと思う。なんか全部をそのまま信じるとかっていうよりも、自分の感覚で取り入れていくといいと思うけど、結構やっぱり地球の中で何があったかっていうことを今見るっていうのは、なんかだからいいことばっかりじゃないからね、ネガティブなことでもあるんだけど、なんかそういうのを認めたりこう知って、やっぱこれからの時代を進むっていうのは本当に力強いし、なんかさ、やっぱり星で何があったか、私たちがここに生きてるわけだから、ここで何があったかって知らないで、光ばっかり見たら本当に足元ぐらつくよね。そこすごい思う。やっぱりバランスですよね。その、大変革の時に、もう何が起こってきたかって、もう隠せない真実が出てくる年なんですよ、今年は。もう全て隠せない。だから、もう私たちが犠牲になった人たちのためにも、そして次に生まれてくる子どもたちのためにも、安心して幸せなこのハッピーなフリークエンシーの急にって思った時に、じゃあ今私たちができることは、今ここに本当にホッとする、安心する周波数、ウェーブを出す。で、その時間を最大限に感じる。で、その過去というか、今現在もそうなんですけど、その闇の支配のこと、犠牲になった人たちもう本当にたくさんいるんですね。だから本当にその人たちのためにも、私たちが今本当に心地よく過ごす、その人たちの、なんていうんだろうな、この闇のことにとらわれると、ずっとそこばっかりに向いて、ずっと人間的な感情として許せないとか、怒りとか出てくるよね。あるでしょ。本当に人間の行為じゃないことがずっと行われてきてたから、人間の感情としてやっぱ感情動くと思うんですよ。だけどそれは彼らの思うツボなので、それは理解して、じゃあやっぱり私が今何ができるかが一番大切ですよね。そうなんですよね。結構僕もね、だいぶ前にね、そういうのをやっぱりこう知っちゃった時に、一回やっぱりすごいネガティブになったもんね。やっぱりこうなんでこんな世界にこんなことやってんだよって思っちゃったもん、やっぱり。けど、そっからがやっぱりなんていうかな、自分やっぱりスピリチュアルじゃないけど、そこからもう一段階やっぱり深く生きることになるよね、人間は。だけどそういったものを踏まえた上で自分の中の闇かもしれないしね、それっていうのはね。それを踏まえた上で、じゃあ本当にすごいさっきのね、いい素晴らしい時代のね、周波数をガンガン上げて、じゃあいい時代来たぜみたいな感じで、僕はそう思ってるからめっちゃワクワクしてるけど、そのタイミングで生まれてるからね、だからちょうどこういう変革の時に生まれてるからめちゃめちゃ面白いわけですけど、そうだよね。大きい目でね。だからそっちにシフトできるからみんなね、だからそういう感じでやってほしいね。そうですね。だからうつうつしないでねって感じ。それをもしちょっと知っちゃった時、初めての人はそうなっちゃうから。ずっとそうなんです。みんなうつうつし、本当に。あともう一人ってこのスピリチュアルで、スピリチュアル系統の人で、その陰謀ばっかりにこうずっとこれが真実です、これが真実です、これが真実ですみたいな感じでずっとそこに固執する。でそれもとっても人間的なやり方で、もう一段階上に行くとそこも認めて、そこも受け入れて、でも調和の世界に自分はいるっていう、そこはあるのは知ってるけどっていう。だからさっきヨシさんが言ってたみたいにワクワクしてよし行くぞっていうエキサイティングで生きる。
そうだね。 2020そう。2020年。までもそうだけど。めっちゃいい創時造主代だねの、そう、創造主の視点とかさ、やっぱり大きい視点で、ちょっとさ、なんていうの、小さくなってると、やっぱりこういうとこってってなるから、大きい視点で見て、そうだね遊びだからね、地球の中の、まあ、一つの遊び、一つのいろんな遊び、だから自分で作ってるし、同性みたいなね。そういう意味では、そう、体験、いろんな体験。ね、悪を演じてくれてる人もありがとうだしね。そうありがたいよね、めちゃめちゃ。いろんなこと、やっぱり全部セットなんだね。光も闇もセットであり、高次元にやっぱり地球がなっていくから、やっぱこう光が本当に強くなってるんだなって、だから出てんだよね。光がもう本当に強くなって、もう全部が光になっちゃう前に、やっぱり出てるんだよ。今までの闇みたいなのがね、バーって出てるから、そういういい方向になってるっていうことの一つだよね。だからこれね。光が嬉しくて、光が強くなればなるほど、その闇が濃くなってきますもんね。光が当たっちゃうもんね、どうしても。そう。ここはみんな通る行為というか、必ず通るし、やっぱそういうとこを見て、ニュートラルな視点で、みたいなね、受け入れたり、していけばいいんじゃないかと思いますね。ゆるくね。そう、なんか全然話変わるんですけど、なんかカルマさんが僕のね、なんか最初の方の動画とかで見たときに、のイメージと、なんか最近の動画、イメージがちょっとこう、違いますねみたいな話があって、その辺ちょっと教えてもらってもいいですか？最初、スターシティードチャンネルを一番最初に始めた動画を、そのヨシさんの紹介動画みたいなのを見た感じから数ヶ月経って、そのインドに行かれたメンバーさんの人から写真が送られてきたのを拝見したときに、うわ、誰これみたいな、もう全然違うじゃん。顔がなんかもう全然、本当に一緒の人物と思えない？もう誰これって思って、最初のファーストインプレッション。全然違う。顔が本当に柔らかくなった。柔らかくなったねって思った。なんかね、その自分では親みたいなね。心の声。なんか自分ではね、自分ではなんかその、まあ最初は緊張してたのかなって思ってたんだけど、それだけではない、やっぱりなんか、やっぱいろいろあるみたいね。やっぱいろんな人が言われるから。そうなんですよね。やっぱりなんか変わったんですよね。最初、ね、カルマさん的には最初どんな印象があった？その写真の感じのヨシさんは。ちょっと思考タイプって感じ？ロボットっぽい、ロボット風な。だからその時はゼータレチクル的なエネルギーをね、最大限使ってたと思います。なりきっちゃってたよね。なりきっちゃってね。でも、最近だからね、いろいろこう、知ったこととしてね、さっきあきこさんにも言ったけど、もともと僕はアンドロメダに結構長くいて、いわゆる物質じゃないエネルギー体だったから、超ゆるゆるだったんだって。で、それがあえて逆を行くためにゼータレチクル的なエネルギーを一回吸収して、よっしゃ、これで一回バランス良くなったから、じゃあちょっと地球で一回試そう、このタイミングでみたいな来たんですよ。ゆるゆるさんがもっともっと出てくる。だからなんかだんだんなっちゃうみたいね、どうもね。なっちゃうみたいなね。すごい振り幅だね。全然違う。すごいね。エネルギーとか。見た目顔とか。そうだね。変わったかな。びっくりした。あともう一つ、言おうと思って。何？言い忘れてた。アメリカは UFO の歴史がとっても長くて、宇宙の歴史がとっても長くて、アトランティスの情報を継承してる人もいたりとか、もう本当にそのコアに行くと本当にすごいすごい。日本で聞いたことないような話とか生きてる人がいっぱいいる。聞きたすぎるね。そういうのをさいっぱい発信してほしいよね。だから知りたいよね。そういうのね。入ってこないもん、そういうの。入ってる人には入ってるのかな、そういう情報って。いや、日本ではあんまり聞いたことないけど。でもこれを機会にってことだよね。だからカルマさんがさ、だってここに出ていただいたり、宇宙フェス出ていただいたり、
5月交流5日。ですよ。そう、5月5日に宇宙フェスにね、来ていただけることで、そう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 オンラインでね。うん。いうん。や楽しみ。その時もよろしくお願いします。そうそう。で、カルマさんね、そうそうだ、毎回ね、そのスターシードチャンネルでは、宇宙からのメッセージっていうことで、まあ、あきこさんにもね、お願いしてるんですけど、今回はカルマさんにもね、お願ぜひいしちゃいたいぜひ。んですよ。で、カルカルマさんだってマさんだかいろんな、ら、能力すごいんですよ、本当に。なんかいろんなところにつながれちゃうっていうことだので、ちょっと今回、お願いしようかな。で、何しますあきこさん、どういうテーマについて宇宙からのメッセージをもらったらいいですかね。今こう見てる方たちとか、今のみんなに対するメッセージとして、すごくいいのが降りるとか、それがいいんじゃないかな。そうですね。今やっぱコロナとかね、全体的に本当に大事な時期を、物質界としても、精神世界というか目に見えない世界としても本当に大事な融合の時だと思うから、すごくいいメッセージが降りる。じゃあお願いします。チャネリング。あきこさん、よしさん、そしてこれを聞いている地球の皆さん、今日はこちらの方にエネルギーを合わせていただいて本当に感謝しています。あなた方は地球の大変革だと思っていますが、地球の言葉では言い表すのはとても難しいのですが、地球の無限にある地球でこのようなことは何度か行われていました。ですが、この変革のエネルギーは他の星々にも伝わってきています。今、私たちからお伝えできることは、すべてあなたの中に答えがあることを知って体感してそしてすべての星々とのつながりをぜひ体感してください。今回のインタビューでも何度も話されていましたが、もちろんですが、その世界に住んでいる人たちはとても地球が良くなったということを体感する。もちろんですが、同じリアリティを過ごしていない方々もたくさんいらっしゃいます。ですので、あなた方にできるのはただ一つ、常にエネルギー、周波数を意識して
地球の言葉で言われるようなワクワク、エキサイティング、愛、光、宇宙次元の工事のエネルギーで常に満たし続けることを意識してください。何か質問？どちら様ですか？シリウス。シリウスの人？あなた方はあなたのインスピレーションに従って本当によくやっていますよ。やったー。嬉しいね。これで大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやーなんかバイブレーションがすごい涙出て気持ちよくて、すごかったね。ねえ、結構シリウスのとつながること多いんですか？シリウスとか、ゼウス、ズース、創造主、創造主が来るときが一番やばいです。もうシリウスどころじゃない。シリウスどころじゃないエネルギー。やばいの。あ、エネルギーがね。すごい。で、なんかこの言うことも超なんかこうフル株みたいなイメージ。あ、そうかそうか。ずしっとした感じのね。あとなんかその人によって変わるかな。今なんでシリウスが降りてきたと思う？最近昨日シリウスを下ろしてたからじゃない？そういうこと。そこにチューニングが合わせやすかったんだけだと思う。昨日、シリウスとコンタクト取ってて、だからその名残のエネルギーでそうなったんじゃないかなって感じ。僕もシリウスちょっとねやっぱり縁はシリウスにねいたこともあったみたいで、よくスターシードのねオラクルカードっていうかねやったら毎回3回とも連続でシリウスの統合メッセンジャーみたいなカード出ちゃったんだけど、まあ要するに今シリウス的にはねそういった今統合っていうメッセージを伝えていくことが使命みたいなんでね。まあいいか。はい、ありがとうございます。じゃあどうしようかな。ありがとうございます。あきこさん、今回はあきこさんもそうですね。この回に対してのメッセージみたいにしてみようか。この回というか、同じような感じになっちゃうかな。そうですね。今、はい。今日結構衝撃的だった人とかもすごく多いと思うんだけど、実際やっぱり同じ地球に住んでいて、あなたたちは全然違うところをそれぞれがやっぱ体験したい世界っていうのを体験してたっていう、パラレルワールドの一つだと思うんだけど、地球の中でもいろんなところでいろんなことが起きていたり、いろんな考え方とかがやっぱりあったんですよね、ずっと。で、そのやっぱり統合っていうことも起きてきてることの一つの出来事ですって言ってます。それでこの宇宙的な部分の、情報っていうのも共有していって、それがまた、これからの地球の私たちの一人一人のレベルアップでもあり、なんていうの、
なんていうんだっけ、こうやって目覚めっていうことにもどんどんなっていくことだから、積極的にいろんな情報を取り入れていく。なんていうのか、自分が知っている情報以外のことも受け入れていくっていうのかな、そういう時に来ていますって言ってます。今とても疲れてる人が多いっていうか、癒しいろんなこうエネルギーのバイブレーションっていうのがこうやっぱ激しくなったりして結構疲れてたりしてる人も多いかもしれないけど、この癒し、ニュートラルな視点で癒しっていうところを宇宙からもそういうエネルギーが流れてきてるし、地球の中でもなるべくそのニュートラルな視点、癒しっていうところをやるときですっていう感じで言ってますね。あとはその全体的なところの統合っていうところが、今起こるためにこういう感じの会も開かれたっていう感じで言ってます。はい。ありがとうございます。こんな感じですね。はい。ありがとうございます。なんかね、いろんな話ができたなと思いますよね。なんか同窓会みたいですよね。同窓会みたいな。同窓会みたい。すごい心地よくて。お久しぶりですみたいな感じでね。お久しぶりみたいなカルマさん、そうそう、カルマさん初めてって感じしないもんね。だってアメリカだって長いんでしょ？長い。長くて、10年以上いますよ、こっち。しかも、10年以上いて、1週間を2回しかまだ帰ったことがない。帰れるけど。じゃあずっとそっちにね、暮らしてる。このなんかこう可愛らしさとかさ、柔らかさ、子供みたいじゃん。なんか子供みたいな、やっぱりこう、なんて純粋さみたいの持ってるし。なんか親しみというか親近感みたいな。幼稚園の時から変わらないかな、私。むしろ今赤ちゃんの時に戻ってる。その日本にいた時はやっぱり、いろんな観念を入れて日本人としてこう振る舞わなきゃいけないみたいなところがあったけど、アメリカに来て徐々に落としてって幼稚園の時に戻ってるって感じ。もっと。子供ね。でもそういうことだよね。みんなそうだと思うよね。今やっぱり本来の自分ってやっぱりちっちゃい頃の自分みたいなもんですからね。すごくいいエネルギーでいいよね。ありがとうございました。じゃあ最後にね、皆さんちょっと例のではではみたいな感じでね。やってもらってるんですけど、ではでは、そうですね。加山さんにもね、ちょっとやってもらおうかなと思います。どうやってやる？ただこう、カメラに向かって手を振るだけなんですけどね。ではでは、そう。あとあれだよね、宇宙フェスで5月5日にね、ポルテックスからヒーリングしていただけるんでしたっけ？ジョシュアツリー。ジョシュアツリーという。ポルテックスはシャッタとセドナとなんだけど、ジョシュアツリーはものすごい場がすごい有名なスポットでビッグフットからもう本当にココペリからいろんな存在がいる。ココペリちょっとだけトイレ行きます。トイレ、これでも大事だよ。またねってやったら行けばいいのに。そうだね、そうだよね。もう我慢できないぐらいになっちゃった。あともうちょっとだったのにね。宇宙行っちゃった、宇宙行っちゃった。帰っちゃった。みたいな感じで。よし、素直になったからね、浄化入って水ね、やっぱトイレ。そっかそっか。ハートが開いてていい感じ。よしさん変わった、本当にロボットからやっと心開いてくれてよかった。これがこのタイミングだったんだね。ありがとうございました。それでは、行きましょう。ではでは。ではでは、バイバイ。ではでは、バイ。かわいいね。すごいかわいい。少女みたい、本当に、ねえ。ではでは似合う。すごい似合うね、ではでは。すごい似合う。何それ。